ハイタイ、皆様こんにちは、長峰かなです。プチ沖縄トラベラーへメンソーレ。私はスタジオから沖縄大好きな外国人2人、バンソンとクリスタルの行方を見守りながら、うちなーんちの目線で2人の取材に対しコメントさせていただきます。さあ、今回お二人はどちらに迷い込んだのでしょう。早速見ていきましょう。お二人、ウニゲンサビラ。ご覧の提供でお届けします。はいさあ、今回のプチ沖縄トラベラー、もうね、久しぶりの那覇なんですけれども、那覇の中で最も有名なこのヤチムン通りにやってまいりました。So today we're at Yachimun Street in Naha City, which is famous for its traditional pottery shops at Liren Galleries. そしてね、こちらも道の通りの入り口なんですけれども、この銅製の案内板と横のシーサーがあって、そしてこちらにね、もう大きなウフシーサーっていうのもあって、そして逆側にも同じ感じのものと、ガジュマル、またそのガジュマルの下でもうこの辺で一番古いと言われている井戸もあります。So up until now, we've shown you many aspects of Okinawan culture, such as Ryuso, Esa, Goya, Kasuri, and so much more. But today we're going to show you an even more famous traditional aspect of Okinawan culture called Yachimun. せーの、レッツゴーやー！今回は那覇市のヤチムン通りに出かけるんですね。いや、私もヤチムンが大好きで趣味で集めてるので、今回どんな作品にね出会えるのか、もうとっても楽しみです。ここはもう石畳の道になっていて、400メートルぐらい続くんですけれども、古いね建物も並んでて、沖縄の焼き物、そして歴史をもうたくさん楽しめる場所なんですけど、実は300年ぐらい前に当時の琉球王府がもう那覇中のあちこちにもうバラバラにあった、陶芸の工房を一箇所に集めたいということで、この辺の壺屋がヤチムン通りができたそうです。その時はね、やはりこの工房に作られてたものがもう皿だったりとかが王様が、使ってたものですね。本当に昔の面影があるノスタルジックな通りがね、風情あっていいんですよ。ここめっちゃかっこよくない？何？あそこ。すごい、ここ。綺麗。有名な幾藤園さんですね。有名ですか？はい。そう、なんかここね、黒い皿とかがすごい特徴的で、めっちゃかっこいいなーって思う。やっぱでもどっか一個お店入りたいよね。入ってみたいです。ここすごい素敵な感じなので、ちょっと入ってみようかな。入ってみよう。Look, it's like the traditional Yachimun pottery. そう、綺麗。もう本当に沖縄のヤチムンって言えば、壺屋のヤチムンって言えば、本当にこういうデザインと色合いをイメージするんですね。こっちもね、また沖縄そばとかを食べるようないろいろこういうのありますよね。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。すみません、お邪魔しております。何かお探しですか？ぜひどうぞどうぞ。こちらのお店はまず紹介していただけますか？はい、うちのお店がうちなー茶屋ブクブクというお店なんですけれども、半分がヤチムンの販売、沖縄伝統の工芸品の販売と、半分がブクブク茶をメインにした喫茶店を営業してます。喫茶店もされてるんですね。これはもう展示販売。そうですね。ヤチムン通りに工房を持ってない方のところから仕入れてきて、それを展示販売してます。展示販売して、いろんなお気に入りのアーティストだったりとか。そうですね。もうほぼ僕の好みで好みなんですね。利用してきてますけれど。沖縄のヤチムンとかそういうものに関しては、なんかどういったものなんですか？一言で言えば。そうですね。沖縄の風土に合ったものを作ってるって話はするんですけど、これが
もうでも言われてみればもうこれぞやちむんって感じなので。沖縄のやちむんっていう感じですね。デザインも色合いも。そうですね。そう、伝統的な柄で植物とかお魚とかの柄は子孫繁栄を表すっていう意味合いがあったりとか、もうそれぞれね本当に特徴があるので、その一つ一つまた違う作品、オリジナリティがあるので本当に見ていて飽きないです。このねバラエティ豊かの展示販売ということなんですけれども、もっともしやちむんのことを知りたいというのであれば工房の見学もやってるので、もしよかったらぜひ行ってみてください。あ、どちらの工房になるんですか？陸東園さんの工房があります。はい。さっきちょっとお店見てすごい綺麗なお店だったところですね。ぜひぜひ。ぜひ工房行って見学したいと思います。ぜひ行ってきてください。島袋さんありがとうございます。ありがとうございます。So we've been told there is a great atelier, Oh, like pottery studio. studio workshop, yeah, here. So let's check how they do the the pottery craft and everything. How they make I think it's here, yeah. Oh, こんにちは。どうぞ。お邪魔します。ど今日はね、もう職人のプロの皆さんのちょっと手作業と、はいそのプロセスの説明を、はいいただけたらと思って、こちら側に見えるのは、はい、これはろくろですよね。そうです。今ろくろでちょうどこちらの方はコップを作っている。コップ、あ、こっちにありますね。はい。こちらはこちらは花瓶。花瓶ですね。仕上がりはこんな感じ。おお、すごい。焼いたら縮むんですね。皆さんやはり長くされてる感じですか。この方は工房長なんですけど、ここ工の房長。女性の工房長で、 She is the chief of this studio. もう20年ぐらいになります。 20 years, like you don't even look 20. 陸東園さんの作品の特徴とかって何かありますか？千堀書き落としという技法、沖縄のやちむんのこの昔から使われている技術を使っているものがあるんですけど、削るっていうのは、半乾きの状態はい。で彫刻刀のようなものでこう削って模様を浮き出すおー、技術です。こうやって削って模様、絵を描いてるっていうことですね。この壺屋のこのやちむんでよく使われている技法で、うちの幾東園で特によく使っている多いというこ技法でとですすねね。。わ、でもすごい綺麗見て、本当に細かくて、さっきだって何もデザインなかった皿が、感覚で下絵なしで、あ、しかもそうですね。 so she's freehanding it. She doesn't use any stencils and just goes with her feeling when she's cutting it out. めっちゃかっこいい。なんか進めればさ、あ、こういう太いのもあるんですね。これは植物のツタが絡まってる様子を表現していて、ああ、so basically it's a design of plants. もう職人の皆さんの団結といいますか、それぞれのもうプロの腕での作業が全部継続になって素敵な商品が仕上がるっていうのは本当に素晴らしい。ありがとうございます。よかったらうちの陶芸教室があるので、そちらでぜひ体験されてみてください。お、何体験できるんですか？ろくろとか？はい、ろくろ体験も。やったことある？やったことないです。あ、もう本当にやったことないものばっかりでよかったよかっスタッた。フが丁寧に教えますので大丈夫だと思います。ありがとうございます。今日皆さん本当にありがとうございます。お邪魔しました。ありがとうございます。じゃあ早速クリスタルろくろ体験です。緊張してます。そして今日は高安先生がいろいろ教えてくださいます。よろしくお願いします。今日はじゃあコップを作ってコッいきましょうか。 Okay. はい。ではじゃあ電動ろくろという機械なんですけれども、電気でね動いてくれるんですが、ちょっと右側にペダルがあるので、つま先の方で押していただいて大丈夫です。
まず最初にちょっとお水を少し両手につけていただいて、そうですね。しっかりつけて、じゃあそのままそーっと包むように触ってみてください。バッチリです。じゃあそのまま両手の親指真ん中に置いて、で外は押すとちょっと形が変わってしまうので、親指をですねこうちょっと立てるようにしてから、ちょっとそうですね、ここに空間を作るどっちかというとこう M みたいな、はい、そうですね。ああ、そういうこと。下に向かって徐々に押してみてください。なんか上手な気がする。で今結構穴が開いてきたらですね、じゃあもう一回ちょっとお水つけていただいて、今度はですね右手の親指以外の指で真ん中をちょっとこう押していってみていただいて、挟まずで大丈夫ですので、下に向かってもっと押してみてください。まだ土の高さがたっぷりあるので、これをもっと使っていきたいと思います。すごいことで、なんか始まったよ。クリスタルの顔見て、あの映画のワンシーンをぜひやってみたいと思いました。ねえ。すごい無反応。もう集中してるんだから邪魔しないでよって感じですね。お、できましたね。You're done. It's quite beautiful, I think. 才能がありますか？あると思います。これで今ね、この土をもうこう形にして、そこからいろんなプロセスがあると思うんですけれども、なんか焼いたりとか削ったりとか、さっき工房の方でね、いろいろ案内していただいたんですが、どういう流れになるんですか、ここからは。そうですね。この後は土をまず自然な状態でちょっと乾かしまして、土が今みたいに柔らかくなくてちょっと硬くなるので、そうしたら外側の土を削ります。余分な土になるところをですね、削って、そうするとその後はもう乾かしてから素焼きといって焼いていくんですけど、その後焼いてまた釉薬をかけてもう一回本焼きといって焼いて、そうするとちょっと形が出来上がってちょっと小さくなっていくので、2割ぐらい小さくなるので。最終的にこんな素敵な感じになるんですね。そうですね。またね、こういう器使っていろいろ飲んだりとかしたいですね。そうですね。高橋さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。クリスタルさん、ありがとうございます。超頑張りました。よかった。僕一生できない、こんな綺麗な。じゃあ今日エンディングは、またクリスタルが好きそうなお店に連れて行きます。沖縄料理だよ。すごい素敵でしょ。ほら、沖縄らしい屋根と、大好きなんでしょこの店。どうぞどうぞ。いやね、今日も楽しかったね。楽しかった。この素敵な景色の中で素敵なぬちがふっていう大好きなお店で、このね、壺屋では有名なブクブク茶。もりもりメレンゲみたいでしょ。見た目ではこれをね、味わいながら、今日のエンディング感想を言いたいと思うんですけれども。です。そういう風に飲みますか？今日壺屋はどうでしたか？沖縄に長く住んでるんですけど、あんまりこういうなんていうやちむんを作ることを体験したことないから、もうやっとできて嬉しいと思ってもう感動しました。ね、奥が深いし、本当にこのろくろ体験、なかなかねしたことがなかったみたいですし、いろんな店のいろんな商品が見れて、やっぱりそれぞれの味があるのも、同じねやちむんでもいろんなスタイルがあるので、もうとても楽しかったし、壺屋はね、ちょっと道側に一本入ってくるとこういうね素敵な場所だったり、この素敵なお店があったりするので、皆さんねお散歩にもぜひおすすめです。そしてこちらぬちがふのもう美味しい美味しい料理とお店紹介の食レポは次週スタジオの方でもう特別未公開シーンとしてお届けしますので、お楽しみなさってください。美味しい。まーさん。それでは See you sister。 多分泡が鼻についてると。泡がついてるよね。ついてる。いやー、やちむん通り行きたくなりましたね。
このじっくり一つ一つの作品に触れ合って土の温かみとか手触り、あと色合いだったり作家さんの思いに触れてお気に入りの作品を見つけるのもいいかもしれません。またクリスタルのようにやちむん体験皆さんしてみてはいかがでしょうか。さあそして明日12月16日午後7時からはなんとライブ配信がありますよ。今回も素敵な旅でした。バンソンさん、クリスタル、どうもありがとうございました。さあ今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちの私でも新しい発見がたくさんありましたよ。さて次回はプチ沖縄トークとしてスタジオにバンソンをお迎えしてロケの感想や裏話、そして皆さんからいただいたご質問やお便りをご紹介させていただきます。お楽しみに。うんじくみそうりよ。